はい、どうもです。今回はですね、おすすめ、アップデートですね、おすすめカスタムの方を紹介していきたいと思います。で、自分の中でですね、3つぐらい、カスタム、入れ替えてやってますので、今これっていうのが正直、まだ完全には出来上がってはないんですけど、アップデート後、特典の取り合いの中で、これ強いなって感じたフォーメーションを紹介していきたいなと思います。では早速、見ていきたいと思います。まずはじめにですね、422になります。バランス高いにしてます。アドバンスフォワード、プラですね。アドバンスフォワードにしてます。で、両サイドプレイメーカーですね。で、ここちょっと今フォーメーションを3つ紹介するんで、その関係で、この表示になってますけど、そこはちょっとご了承ください。で、レジスタローミングをレジスタディフェンスにしております。ここが、ボランチとかでもいいのかなとは思うんですけど、この形ですね。ローミングは、もう少し、この前の4枚に攻撃参加してほしいというところで、ローミングにしております。はい。で、左を上げております。真ん中に3枚残してですね、組んで、ディフェンス、サイドバックディフェンスにして、どっちか片方サイドバックディフェンスでもいいのかなというところと、気になる場合は両方、サイドバックディフェンスでもいいのかなと思います。はい。両方プレイメーカーで、極力前に残しの、4トップに近い形にしてるんですけど、これを、例えばビルドアップにして、下げるっていうのも一つありかなと思います。自分が過去に紹介した4231みたいな形で下げて、やるのも一つですし、前線のビにプッシュカシュのところを、これをテントリアンとかのサポートですね。結構個人的には気に入っていったりはするので、とか、ホルス9を両方に入れてみたりするのも、結構面白かったです。結構可能性はあるなって422にも感じてるんで、自分が442があまりうまく使えてないっていうところもあって、もうちょっと試したいなとは思うんですけど、やっぱり今は442が強いんですけど、真ん中がどうしても CM になると、自分的には結構苦手で CDM が欲しいなというところで、特に、トップ下選手も多くなってきた中で、このフォーメーションを使ってたら結構しっくりきたんで、使ってみたい、もらえたらなと思います。で、その流れにはなってしまうんですけど、4231ですね。はい。過去にも何回も紹介している4231になります。バランス高い、90にしております。ここ95枚振ってもいいかなと思います。で、先ほど紹介していたテントリアサポートですね。で、ここがプレイメーカービルドアップで、前目に残したいんだったらプレイメーカーでいいと思います。で、ここシャドウストライカーで、両方シャドウストライカーがいいんですけど、GMS 使った関係でハーフウィンガーバランスにしておりました。これが正直個人的にめっちゃ微妙です、ハーフウィンガーは。両方ハーフウィンガーはいいかなと思うんですけど、自分的には前にやってたシャドウストライカーとか、全部プレイメーカーとかの方が好きかなと思いました。で、最近相手にも423で使えた時強いなって感じた時は多分その設定になってたんじゃないかなと思っております。で、ここレジスタドーミング、レジスタディフェンスですね。ここは、先ほど紹介したのとほぼ同じです。ディフェンスの。で、ここを、攻撃的ウィングバックっていうしてたんですけど、どっちかですね。どっちかを、使うって感じになってます。これ攻撃的にしてたのは、もともと右サイドバックに、攻撃的ウィングだったらプラプラになる選手使ってたんで、今やっぱり役割が大事かなと思ってて、役割11人をプラプラにすることによって、本当に使用感めちゃくちゃいいなって感じた時があったので、極力プラスにしたいな、プラプラにしたいなっていうところは思っております。これは人によっても異なると思うんで、メンバー的な部分もあると思いますし、合わせるところは合わせた方がいいのかなっていう感じです。特にサイドバック上げる方は、ウィングバックとか特にプラスとプラプラでマジで動き違うんで、守備の戻り具合、プラスと本当にプラプラもマジで違います。その辺とかね、上げる方特に気をつけてもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、最後になります。41212ですね。で、ショートパス高いにしております。で、アドバンスで、これも、4222に言ったように、テントリアサポートとか、その辺も面白いと思います。
トップ下プレイメーカーバランスですね。ここもシャドウストライカーとかが結構面白いかなと思いますね。で、中盤に関してはボックス2ボックスとプレイメーカーですね。もうちょっと守備面に行きたいんだったらボランチを両サイド入れたいとか、両方ボックス2ボックスとかも面白いかなと思います。ちょっと前目に行き過ぎるなっていうのは正直感じるので、その辺、そんなに行かなくてもいいなって思うので、やっぱボランチも全然ありなんじゃないかなと思います。これはもう選ぶ選手によって異なってくるかなと思います。で、ディフェンス、レジスタになっております。で、両サイドはもうサイドバックにしております。もう前5枚ですね、主に。で、完結するっていうのを目的にしてるんで、上げないときは普通にトリガーランをサイドバックに入れるっていう形で自分はやってたので、そういった面で言ってもこの形で十分なのかなと思っております。はい。で、試合に関してはですね、結構ライブ配信とかで今やってはいるんですけど、それぞれのまたいいシーンとか含めて別途動画出していきたいなと思うんで、よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケートリーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube 載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんがこんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったらここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかですね。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。